皆さんこんにちは。インデザインの勉強部屋のゆうじです。今回はですね、インデザインパーフェクトブックの中からテキスト変数を使用して柱を作成するという内容でね、やっていきたいと思います。柱の作り方をね、前回の動画で解説したんですけれども、実はですね、テキスト変数という機能を活用することによって、自動的にね、柱を自動生成させることが可能になります。これね、簡単に言うと、任意の段落スタイルを設定した文字列からインデザインがね、柱用のテキストを引っ張ってきて表示するという機能になるわけなんですけれども、このね、使い方を今回解説していきますので、よかったらご覧ください。ではね、早速私の PC の方に切り替えてやっていきたいと思います。はい、私の PC の方にね、画面を切り替えました。では早速やっていきましょう。今回の動画ではですね、任意のテキストから文字列を引っ張ってきて自動的に柱を生成するわけですけども、そのためには引っ張ってくるテキストに対して同じ段落スタイルが適用されている必要があります。ちょっとね、今回の動画では段落スタイルについてのね、解説はしませんが、ここにまずね、美しい日本語文字組版という、文字が用意してあります。これね、実はタイトルっていう名前の段落スタイルを適用しています。要はこのタイトルという、ね、段落スタイルを適用した文字列を柱にも使いたいということですね。またこれね、別のページ行きましょう。これね、今2ページなんですが、今度6ページの方に行きますと、今度はね、美しいオーブン組版っていう文字列に対しても、このタイトルという文字スタイルが適用してあります。はい、今度はね、6ページ以降の場合には、この美しいオーブン組版という文字列を柱として使用したいという形になるわけですね。はい、まずは必ず、引っ張ってくる文字列に対して同じ段落スタイルが適用されている必要があるというのがポイントになります。さあ、次にですね、やるのは書式メニューから、ね、こちらテキスト変数という項目があります。で、ここですね、変数を管理という項目をちょっと見てみましょう。はい、このような形でですね、ダイアログが表示されて、あらかじめいくつかのね、テキスト変数が用意されています。いろいろあるんですが、今回ね、柱として使用したいテキスト変数を使うので、このランニングヘッド柱というのを使っていきます。こちらを選択したら、まずね、ちょっと編集のボタンを押して中身を確認してみましょう。こんな感じになっています。ここで、要はですね、このスタイルのところ、ここですね、ここに先ほどね、引っ張ってきた文字列に適用してあった段落スタイルを選ぶわけです。今回で言うと、このタイトルというのがそうですね。はい。これで OK ボタンをクリックします。下準備はこれだけです。終了を押します。はい。これでね、下準備が完了しました。そしたら次にですね、この親ページですね。柱を生成するのはもう親ページになりますので、この親ページに行ってね、柱のためのプレインテキストフレームを作成します。今回ね、左ページの上のところにね、柱を作成したいので、このような形でね、大きめにテキストが溢れることのないようにね、テキストフレームを作成します。続いて、書式メニューからテキスト変数を挿入、そして今回こちら、ランニングヘッド柱を選択します。ちょっとね、拡大してみましょう。はい、このような形でランニングヘッド柱という文字列が表示されました。しかしこれね、実は文字ではなく、柱を生成するための特殊文字になります。はい、なので選択してみてもですね、文字単位で選択できるわけではなく、このような形での、ね、選択になります。もちろんね、フォント、じゃあちょっとこちらはシックにしてちょっと分かりやすくこちらも大きめにしておきましょうか。はい、このような形で、フォントやサイズやね、場合によってはカラー等を設定をして整えます。もちろんね、位置もね、きちんと自分が表示させたい位置に調整をしておいてください。はい、これでね、ちょっと拡大してみますね。それでは、2ページ目見てみましょう。はい、どうでしょうか。もう見てわかると思うんですが、ね、自動的にこちらの
文字列、美しい日本組版って文字列を引っ張ってきて柱として生成できているのが確認できるかと思います。ちょっとページをめくっていきましょう。これね、4ページにもちゃんと表示されていますし、今度ね、6ページ。6ページに行くと、ちゃんとね、こちら今度新しいテキストである美しいオーブン組版という形でね、こちら文字列がちゃんと変わっているのが確認できます。このようにね、印税が自動的に柱をね、生成してくれますので、手入力による間違いもなく、スピーディーなこの、ね、柱の生成ができるという形になっています。ではちょっとね、これ2ページに戻りまして、ちょっと拡大をしまして、これ日本語という部分をちょっとね、修正してみましょうか。これね、和文としましょうか。美しい和文組版。ね、これでちょっとパッと見、あれ、変わってないなと思うんです。これね、リロードしてあげるとね、ちゃんとこのように和文組版という形でね、修正がなされます。ですから、この元々のテキスト、こちらね、修正するだけで、その修正内容が自動的にもね、柱に適用されるという形になりますので、非常にね、修正時も楽というか、修正する必要なく自動的に柱を生成してくれます。これね、テキスト変数という機能を使っております。これね、使い方を覚えていただくと、非常にね、効率的な作業ができるんではないかと思います。ただね、ちょっといくつかね、注意点なんかもあったりします。この元の引っ張ってくるテキストがね、2行以上ある場合ですね。2行以上ある場合。途中でテキストを開業していたりするテキストなんかだと、2行目がね、実は、柱として表示されません。で、そんな時はどうすればいいのかということで、私のね、ウェブサイトの方でもこちら解説しておりますので、よかったらね、2行以上がうまく表示されないよっていう場合のこの対処方法ですね、こちらも確認していただくといいかと思います。はい。URL ね、概要欄の方に貼っておきますので、よかったら見てください。ということでね、今回はテキスト変数を活用した柱の作成方法をね、ご紹介しました。これでこの動画は終了です。どうもありがとうございました。